こんにちは。空き家再生のひとりです。本日は30万円戸建てリフォームの総集編をお届けさせていただこうと思います。気合があれば一人でできるということで、一人でできるマンは何でも一人で DIY してしまうというコンセプトとなっております。お楽しみいただけたら幸いです。お邪魔します。いやー、物がたくさんありますね。まずはこの残地物を片付けるところからこの戸建ての再生は始まります。というわけでビフォーの状態を見つつ修復計画を練っていきます。まずはこちら、洗面所とお風呂ですね。お風呂はですね、汚れていますし、浴槽もちょっと塗装が傷んでるので、塗装したりパネルを貼ってきれいにしていこうと思います。トイレは安定の和式トイレになっていますので、こちらも不人気なので洋式トイレに交換しようと思います。2階にも物がたくさんありますね。この物件はですね、私が持っている戸建ての隣の物件なんですが、売り主の方と直接交渉して、なんと30万円で売っていただけることになりました。その代わりですね、確定測量といって境界線を決める測量をしないということ、またこの物件にある残地物をすべてこちら側で撤去するという条件で格安で譲ってもらえることになりました。訳あり商品のおうちバージョンって感じですね。ただですね、残地物の中にはお宝が眠っていたりすることもあるということなので、楽しみ2割、気合8割でこの残地物を撤去していこうと思います。このミシンは高く売れそうな気がしたんですが、コメントで鉄製の手動ミシンじゃないと高く売れないということでしたね。このうちは物が多くて分かりづらいかもしれませんが、延べ床が100平米ぐらいあって割と大きなお家なんですよね。間取りはリフォーム前で 6DK ですね。6DK、6部屋あって今なかなかないかもしれないですよね。後ほど間取り変更して 4LDK に改造していこうと思います。さあ、というわけでですね、早速残地物撤去を開始していきます。この作業はですね、なかなかしんどくて大変な作業ではあるんですが、私結構好きなんですよね。物がどんどん片付いていくとお部屋も広くなっていきますし、またなんというか空き家感がだんだん減っていくんですよね。人が住めそうになっていく感じがするっていうか、ということでやりがいのある作業なんですね。大変なんですが、独断と偏見による面白残地物その1、蛇の目傘ですね。母さんが蛇の目でお迎え嬉しいなということで、童謡では聞いたことがありますが、こうしてまじまじと観察したことって意外とないですよね。いや、構造がかっこいい。さあ、労働に戻りましょう。とにかくですね、手っ取り早く物を減らしていきたいので、まずはですね、段ボール、布製品、雑誌など、この物件の近くに回収ボックスがあるので、そこに持っていけるものを袋に入れていきます。第一陣はこんな感じですね。街中のリサイクルボックスはありがたいですよね。2階の大雑把な片付けが終わったので、お次はこちら、キッチンとリビングですね。こちらもね、たくさん物があるんですね。やはりキッチンということで、食器類もたくさんありますし、調理器具もね、めちゃくちゃいっぱいあるんですよね。フライパンは5つぐらいありましたね。以前動画で残地物撤去をどうすればいいかというご質問をいただきましたが、まずはですね、売れそうなものやジモティーで引き取ってもらえそうなものを処分した後、無料で捨てられる地方自治体に相談して、それでもダメなものは産廃処理をするという順番になると思います。また金属系のゴミは鉄くず屋さんが買い取ってくれるので、意外といいお小遣いになります。残地物撤去はいつも妻が手伝ってくれて本当に助かってるんですよね。というのもですね、妻は片付けがうまいんですね。一人でできるマンの片付けコンサルタント、妻。いつもありがとうございます。そんな妻への感謝を心に刻んでいたところ、私の心を見透かしたかのようにですね、こんな本が出てきましたね。家庭に関する3部作ですね。もし家庭の悩みに直面したら、こちらを読んでみようと思います。おっと、こちらも面白残地物シリーズですね。いや、いつのチラシですかね。昔のチラシ。川口屋ですね。サンマが3匹で268円。安い。いなり寿司が8個で220円も激安ですね。失われた30年とは言っても少しずつ物価は上がってるんですね。そしてこのとってもファンシーなチラシは、懐かしのジャスコですね。今のイオンですよね。このモデルさんの表情というか雰囲気から昭和ロマンの魅力が伝わってきますよね。続いてはぜひ皆さんにお見せしたかったこちら、金庫ですね。
以前この残地物撤去の動画をアップしたところ、 YouTube はアナリティクスという機能でどのシーンが一番再生されたかなどを見ることができるんですが、この金庫がですね、開いた瞬間が一番視聴率が高かったですね。バールのようなものでこじ開けるというニュースで聞いたことのあるようなちょっと物騒な絵面ですが、金庫の中身がどうしても気になるのは私だけではないというのが分かって安心しました。やはり金庫というだけあってですね、結構頑丈なんですね。バールで頑張ってこじ開けてますね。いよいよ開きそうですね。お邪魔します。いや、分かっていました。分かってはいたんですが、やはり空っぽでしたね。蓋の部分に小判があるというコメントをいただきましたが、ご期待に添えず、こちらは紙の小判でございました。ですが、中には小銭が150円ほど入っていましたので、私の手そくりに加えておきました。空っぽだった。心の叫びですね。金庫の他に鉄くずがたくさんあったので、鉄くず屋さんに売りに行ってきました。めっちゃ剥がしやすい。というわけで残地物が片付いたので、次はですね、壁紙を剥がしていこうと思います。この物件の壁紙はかなり汚れていたので、ほとんどの部分を張り替えしましたね。この物件はですね、パナホームの物件なんですが、内装がですね、石膏ボードが使われていたんですね。なので壁紙がめちゃくちゃ剥がしやすかったですね。家族に関する3部作、妻と夫にあったように、夫婦の共同作業で壁紙を剥がしていきます。私が上の方を剥がして、妻が下の方を剥がしていってみますね。壁紙を剥がす際に、脚立などに乗って行う場合は、引っ張っている壁紙が破れると落下の危険があるので要注意ですね。壁紙剥がしが終わったら、次は畳の撤去ですね。こちらのお部屋はですね、洋室化していこうと思うので、畳は全て処分しないといけませんね。こちらの畳は本畳といって、中に藁が詰まっている畳だったので、超重い畳でしたね。30キロぐらいあるんでしょうかね。窓から放り投げたりは決してしておりません。先ほどの2階の畳の撤去は終わったので、次はこちらですね。1階の畳を撤去していきます。こちらはリビングになる予定の場所ですね。もともとはですね、6畳2間プラスダイニングキッチンという間取りだったので、この2つのお部屋とダイニングキッチンをつなげて18畳の LDK に間取り変更したいんですよね。畳はですね、重量もありますし、また結構厚みがあるので、重量的にも大きさ的にも軽トラで24枚の畳を一度に運ぶことはできないんですね。なので12枚ずつ畳を運びました。1枚30キロぐらいあるので、だんだん高く積んでいくと結構きついですね。筋トレですね。畳は厚みが60ミリほどあるので、積み上げると結構高くなるんですね。このままですとカーブを曲がった時に畳が飛んでいってしまうと危ないので、しっかりロープで固定する必要がありますね。というわけで、しっかり万力結びで固定していきます。万力結びは南京結びとも言うみたいですね。こちらが万力結びの手順ですね。まずは右手に輪っかを作ります。それをですね、左手に持ったロープの上に置きます。そしたら左手のロープを先ほどの輪っかに2周巻きつけるんですね。すると左手側に輪っかができますので、こちらにですね、新しく輪っかを作って通すんですね。そうすると、この輪っかの部分が伸びたり縮んだりするようになりますので、これをフックに引っ掛けます。そうするとですね、今指で刺している部分が滑車のような形になって、ロープを引っ張るごとに締まっていくんですね。しっかり万力をかけたら、最後にまた輪っかを作ってフックに引っ掛けておくことでもう緩んでこなくなります。ちょっとね、口で説明すると何言ってるかわからない感じになりましたが、何度かやってみるとそんなに難しくはないので、ぜひ試してみてください。これを覚えると軽トラの運搬性能がアップすると思います。さあ、というわけでですね、残地物撤去が終わって畳の撤去も終わったので、早速工具を運び込んで、まずは解体作業ですね。解体から始めていこうと思います。ということで、まずはこのリビングですね。こちらはですね、先ほども言いましたが、18畳の LDK、L 字型の LDK ですね。
そんな感じに間取り変更したいんですよね。今まで部屋を仕切っていたこの引き戸も必要ないので、上の壁を壊すとお部屋が広くつながって見えるかもしれないですね。キッチンと和室の間の敷居が高くてですね、段差になってしまってるんですね。このキッチンは床には問題はないのですが、このままだとつまずきそうな気がしたので、高さを全てフラットにしたいんですね。ネタバレするとこんな感じにしたいんですね。というわけで早速この鴨居の上の壁を解体していきます。この物件は軽量鉄骨の建物なのですが、私は軽量鉄骨の建物を解体するのが初めてだったので、中がどんな構造になっているか見たことはないんですよね。なので少し慎重に一つ目の壁を解体しました。急がば回れということで、バールでこじったりハンマーで叩いたりしてみましたが、普通に切った方が早いですね。ということで、この薄ベニヤをマルチツールを使ってカットしていきます。ようやく壁の中身が見えてきましたね。普通に45センチおきに柱が入っているタイプの壁ですね。いや、それにしてはすごく丈夫な壁だったんですよね。いや、パナホームのお家はしっかりしているのかもしれないですね。この鴨居はですね、柱としてリサイクルしたいなと思ったんですが、ここまで解体してきてもびくともしなかったので、諦めて真ん中で切断を行いました。丸ノコで切ったところ、ようやく動きましたね。後から見てみると、ものすごい太い釘が3本この鴨居に刺さっていました。それ外れないですよね。おっと、このハンマーの使い方は危ないですね。柄が折れてしまいました。危なかったですね。幸い怪我はなく、床に穴が開いただけで済んだので良かったですね。解体作業は危険を伴うので、皆さんももし解体を行う際は怪我に気をつけてください。反対側も同じ手順で解体したところ、すんなり解体は完了しましたね。やはり手順通り解体していくというのが大切なんですね。というわけで、上の壁が外れるとすごく広く見えますよね。小さな壁でも視界が良くなるとお部屋が広く見えるんですね。私の使い方がまずかったせいで壊れてしまったハンマーを修復してから解体を再開しようと思います。こちらはですね、根元からぽっきり折れていたのでメンテナンスを怠っていましたね。このハンマーはですね、前の物件から出てきた残地物なのですが、道具はきちんと手入れしないといけませんね。反省。とりあえず応急処置が完了しました。また隙を見てメンテナンスしたいと思います。再発防止。というわけで解体を再開します。もう壁は一度壊したので、あとは流れ作業みたいな感じですね。ただですね、こちらは石膏ボードが使われている壁なのですが、昔の石膏ボードは石綿、アスベストが入っている場合があるみたいですね。なのでマスクをつけて作業した方がいいですね。続いてこちら、築古戸建てにほぼ 100% 存在する床の間ですね。床の間も破壊すれば床を1畳分稼げるので、床の間を見ると破壊衝動に駆られてしまいますね。というわけで床の間を解体していきます。まずは幅木を取ってしまって、その後釘を抜くと簡単に釘が抜けますね。バールを使ってテコの原理で釘を抜いていきます。釘は木材に打ち込まれると錆びて抜けにくくなるという性質を持っているので、築古戸建ての釘を抜くのは結構大変ですよね。バールで叩いてある程度釘が上がってきたら、あとはそんなに力を入れずに簡単に釘を抜くことができるようになりますね。作り方によってはこの段階でもう板が外れそうになる時もあるんですが、今回はですね、おそらくこの板の裏にしっかりボンドがついていてびくともしませんね。というわけで、この天板を外したいので丸ノコで切ってしまいましょう。
枝のないところに切り込みを入れればバールが入れられるようになるので、あとはパワーですね。床の間の中はこんな構造になってるんですね。下に見える柱が床の根太で、今私が外している根太が床の間の板の根太になりますね。さあ、そして次はこの床が町をカットすればいいのに、パワーで無理やり壊そうとしていたところ、おっと危ない、危機一髪ということで、あのまま振り抜いていたら奥の石膏ボードに穴が開いていましたね。セーフ。まあ結果オーライということにしておきましょう。パワーで破壊したところ、横の塚も一緒に外れてくれましたね。さあ、というわけで床の間も解体して全ての解体が完了しましたね。というわけで翌日は床作りを行いました。写真に写っているのは水平器で、この物件はほとんど傾いていなかったので高さ調整は不要でしたね。こんな感じでですね、ホームセンターで根太を買ってきました。40ミリの根太に合板を貼ってこんな感じになりました。バリアフリーですね。いい感じですね。キッチンも高さを上げてあるので18畳 LDK の高さが揃った形ですね。おっと、床の間を忘れていましたね。こちらを合わせると19畳ということになりますね。床作りはこんな感じですね。こちらはですね、根太のピッチがかなり短くなっていますが、理由がありまして、12ミリの合板を貼ると高さが合わなかったので、こちらはですね、9ミリの合板を貼りました。ですがね、9ミリの合板は本当は床材に使ってはいけないんですね。薄すぎますよね。なので、根太を増やしておけばいいのかなと思って根太を15センチピッチで取り付けましたね。ちょっと合ってるか分かりません。そしてこちらに断熱材ではないものを引いていきます。こちらは梱包用のミラマットみたいなやつですね。ないよりはマシだと思いますが、本当は根太と根太の間にスタイロフォームを入れた方がいいですね。というわけで約30畳分ぐらいの床張りが完了しました。さあ、というわけで次の工事に移りましょう。次の工事はお風呂ですね。このお風呂はね、少し狭いんですが、狭さはどうしようもないとしても、このタイルが気になりますよね。特に目地が汚れてますよね。またこのように割れてしまっている箇所もありますよね。こういった築古感は家賃を下げる原因になるので、なるべく改善したいところですね。ただ、それより何より、この露出配管と錆びてしまった浴槽が気になりますよね。こちらを改善するリフォームを行っていこうと思います。まずは浴槽を塗装しようと思います。そうなんですね。放浪性はプライマーを塗らなければいけないので、放浪と気づいて絶望しております。塗装回数が1回増えてしまうんですね。ですが、やがて意識を取り戻して作業を再開します。まずはテープが貼ってあった場所の粘着やコーキングを除去して塗装の準備を始めていきます。こういうのが残っていると塗料のノリが悪くなります。次は足付け作業ですね。ペーパーで浴槽を傷つけて塗料のノリを良くしていく作業です。番手は結構粗めで80番を使用しました。使っているサンダーはダブルアクションサンダーといって回転しながら震えるので研磨力があってすぐ溶けていい工具ですね。研いでみて分かりましたが、もうね、浴槽の塗装がボロボロになっていてめちゃくちゃ粉が出てくるんですよね。こういった研磨した粉を吸い込むと有害なので必ずマスクをして作業してくださいね。さあ、しっかり研磨が終わったので次は吹き付け塗装の準備ですね。今回はですね、まずはホーローベースコートというプライマーをガンを使って吹き付け塗装を行っていくので、飛び散った塗料を外に出すためにダクトを取り付けます。使っているのはマスカーといってテープとビニールがついている便利な道具ですね。ホームセンターで売ってます。さあ、出ました。コンプレッサーですね。こちら吹き付け塗装の必需品です。100V で使えるコンプレッサーなので、こういうところに持ち込んで使うのに便利ですね。このパネルを操作して出力などを調整します。
今フルパワーなんですが、このままだとご近所からクレームが来そうなので出力を少し下げました。というわけで、まずはホーローベースコートという下塗り剤を作っていきます。装備はこんな感じですね。使い捨ての防護服に塗装用のマスクです。価格な感じしますよね。というわけで塗装の準備が全て整ったので、吹き付け作業を開始していきます。まずはホーローベースコートを塗装していきます。ホーロー製のバスの場合はこのプライマーを塗らないと後で塗るパイロキープが剥がれてきてしまうリスクがあるみたいですね。ちなみにステンレス製のバスの場合はステンレスベースコートというプライマーもあるようなので、下の素材に合わせてプライマーを選択してください。今回浴槽塗装ということで浴槽を交換しようかなとも検討したんですが、この浴槽はすごくスペースが狭くて交換が大変そうですよね。外すのも配管があって大変そうですし、はめるとなるとまたさらに大変になりますよね。そういう理由もあって浴槽塗装にチャレンジしてみました。費用の面でも交換すると最低3万円はかかりますが、塗装は数千円で済むのでとっても経済的なんですよね。というわけで下塗りが終わりました。もうお風呂入れそうですね。こちらを研磨した後、上塗りですね。パイロキープという浴槽用の塗料を2回塗りしていきます。こちらも吹き付け塗装ですね。パイロキープという塗料は彩色工房さんというところで販売されているんですが、とっても耐候性の高い塗料みたいで、屋外の滑り台やまたコンクリートのプールなどにも使用されているみたいですね。めちゃくちゃ強そうですよね。もしハケで施工を行う場合はバスペアコートという塗りやすくした製品もあるみたいなので、そちらもチェックしてみるといいかもしれませんね。さあ、というわけで塗装は無事完了しました。ゴミがついたり垂れたり不具合があったら磨いて直そうかなと思ったんですが、一発で決まりましたね。気持ちいいです。ということで次はパネル工法、壁の施工を行っていきます。まずは採寸してどのあたりにパネルが来るかなんとなく把握しておきます。そうすることでパネルが無駄なく使えるんですね。私は材料をなるべく無駄にしたくないので、この作業は欠かすことなくやっております。というわけで準備するのはこちらですね。まずはパネルのアルミ複合板、そしてコーキングですね。先端をカットしておきます。またこちらはパネル用の両面テープですね。その辺に置いておくとホコリがついてしまうのでダメ、絶対。僕1枚はカットが必要なかったのでそのまま貼ってしまいました。次のパネルを採寸します。採寸した数字は忘れてしまうので、私は必ず紙に書いていますね。たまにこの数字を覚えておける方がいますが、すごいですよね。真似できないです。寸法をパネルに移したら丸ノコでカットしていきましょう。今回はこちらガイドを使ってみようと思います。私、なんていう工具ですかね、これは。私はコロコロと呼んでいます。少し曲がっている。辛い。というわけでカットが少し下手で曲がってしまいましたが、コーキングでなんとかなるでしょう。気を取り直してどんどんパネルを貼っていきます。あとはこれの繰り返し作業ですね。採寸をしてカットをしてただひたすら貼り付けていく作業になります。貼り付けるときはですね、両面テープとコーキングを組み合わせてしっかりと圧着するように貼り付けます。圧着が弱いと後から剥がれてきたりするんですよね。またコツは頑張ることなんですが、強いて言うなら大きい面積から貼っていくことで使うパネルが少なくて済みますし、また大きなパネルを残せるので次の物件で使ったりもできますね。またパネルとパネルの間には後ほどコーキングを行うのですが、パネル同士の隙間を5ミリほど開けておくといいですね。そのコーキングを行う際にこの青いシートが役に立つので、これも剥がさないようにしましょう。ということでコツたくさんありましたね。頑張るだけじゃダメでした。
今回使っているアルミ複合板はカッターでも切れるので、細かい造作を行うときはカッターで行うと細かい寸法まで切れていい感じですね。さあ、というわけでパネルが貼り終わったんですが、あとはここですね、露出配管の部分をカバーしていきたいと思います。この露出配管はですね、見た目が悪いというのが一番の理由なんですが、このまま露出しておくと入居者が足で蹴飛ばして配管を割ってしまったりするといけないので、ここをですね、今取り付けているのが鉄のアングルなんですが、まずは骨を組んでそこにアルミ複合板を貼っていこうと思います。というわけで、この裏側はタイルなので普通にビスが打てないんですね。なのでコンクリート用のプラグを差し込んでビスを打っていきます。たまやという感じで、鉄アングルはこんな感じでカットしています。使っている工具はグラインダーですね。鉄を切断する刃を取り付けてカットしていきます。カットしていると鉄アングルがだんだん熱くなってくるので、やけど注意です。グラインダーでカットするとバリが出て危ないので削っておきます。タイムラプスで作業を見ていきましょう。L アングルを2つ重ねてパネルを貼れるようにしている感じですね。築古戸建ては途中で給湯配管をやり直して露出配管になっている物件って結構ありますよね。この技を覚えておくと配管を簡単に隠すことができるので、とってもおすすめですね。もう少し大きいお風呂の場合は配管隠しの奥行きを少し大きくするとシャンプーや小物などが置ける棚が作れるので、それもいいかもしれないですね。細かい造作をして無事配管を隠すことに成功しました。すっきり。というわけでパネルの貼り付けが全て完了したので、次はコーキングですね。パネルとパネルの隙間にまずはコーキングを入れていきます。コーキングを入れた後、ヘラで撫でてこの青いシートを剥がすと、あら不思議、綺麗に収まるんですね。本来はですね、この青いシートを剥がしておいてマスキングをするんですが、マスキングめんどくさいですよね。この青いシートを使えば結構いい感じになるので、時短できておすすめですね。次は入り墨をコーキングしていきます。こちらは仕上がりを良くしたい場合はもちろん養生した方がいいんですが、私は養生をせずにコーキングしていますね。白いパネルに白いコーキングなので、少しはみ出してもそんなに目立たないですね。コーキング完了ということで、仕上がりはこんな感じですね。いや、白が眩しいです。白は正義、白は最強。白いお風呂は清潔感があっていいですね。次はこちらですね。出墨、角の部分にプラコーナーを取り付けていきます。アルミ複合板はですね、角が尖っていて、ここをそのままにしておくと触ると怪我をしてしまうので、とっても危ないですね。角の部分には必ずこのプラスチックコーナーを取り付けるようにした方がいいですね。ホームセンターなどで売っています。さあ、いよいよあとはこのシートを貼ってお風呂のリフォームは完了です。こちらのシートは NS シートといってノンスリップシートですね。本来はマンションの共用部や廊下などに貼るシートなんですが、私はこちらを浴室に貼っていますね。理由は安いからですね。こちらはだいたい1メートルで2000円ぐらいなんですが、お風呂専用のシートはだいたい1万円ぐらいしますからね。素足は滑って危ないという意見もあるみたいなんですが、実際使ってみたところ全く問題なかったですね。というか、タイルの方が滑りやすくて危ないですよね。もちろん専用のものを使った方がいいので、皆さんはバスナフローレなどを使用してください。というわけで早速大雑把にカットしたシートを持ち込みます。この現場合わせでカットしていくので、5センチくらい大きく切って持ち込むといいですね。ただこのお風呂はですね、真四角じゃなかったので、少しひし形というか足りなくなるといけないので、10センチ大きく切っておきました。持ち込んだシートを壁に合わせてカットしていきます。NS シートは厚みが 2.5mm と他のシートに比べてかなり厚みがあるので、カットが少し難しいですね。だいたいよくある失敗はシートを切りすぎてしまうんですね。少しの失敗なら最後にコーキングを行いますので、そんなに問題ないですが、切りすぎてしまうと取り返しがつかないので、一気に切らずに少しずつ切って角を攻めていくと失敗が少ないですね。シートがまっすぐ切れていれば、よほど壁が曲がっていない限り、少なくとも一面は切らずに合わせることができると思うので、
一面を合わせた後カットをしていくと作業がしやすいかもしれませんね。動画だと今持っているところは少しカットするだけで合わせることができました。というわけでタイムラプスでどんどんシートをカットしていきます。こんな感じでね、金べらを押し当てながらどんどんカットをしていますが、結構ね、細かく何度か切って調整していますね。慣れてきた頃に調子に乗って一撃で切ろうとすると失敗しますね。またカッターの切れ味が超重要なので、大げさに言うと壁一面ごとにカッターを折ってどんどん刃を入れ替えて切っていくと綺麗に早く仕上がりますね。カッターの刃をケチってはいけません。カットが終わったので貼り付けを行っていきます。貼り付ける糊はシリコンシーラントを使っていますね。耐久性を考えるとエポキシなどの二液性の接着剤がいいかもしれないですね。シリコンシーラントを配ったらこういう櫛べらで伸ばしていきます。こちらは便利ダインといってクッションフラワーを貼り付ける糊についてくるヘラですね。ホームセンターでも単体で売ってますね。床のシートを貼っていくときはこのように片側ずつめくり上げて糊を配って貼り付けていくと、あらかじめカットしたのがずれずに貼ることができますね。というわけで片側にシリコンシーラントを配り終わったら貼り付けをしていきます。貼り付けるときはしっかり圧着した方がいいですね。私はお風呂のシートを貼るときはこんな感じで雑巾を使って圧着しています。シートが貼り終わったらシートと壁の間にコーキングを打っていきます。今回はですね、床と同じような色ということで黒のシリコンシーラントを施工していこうと思うので、壁だけ養生していきます。まあね、壁も床も本当は両方マスキングしろよという話なんですが、片方貼らなくて済むだけでも楽なんですよね。この白い壁に黒いコーキングがはみ出してしまうととても目立つので、壁の方だけは必ず養生した方がいいですね。逆に白いコーキングを打っていく場合は床を養生した方がいいですね。念のため確認ですが、もちろん両方養生した方がいいです。プロはそのようにやると思います。というわけで養生が終わったのでコーキングを施工していきます。コーキングのコツはですね、私詳しい方にお聞きしたんですが、素早くなるべく触らないように施工するということみたいですね。分かっちゃいるけどやめられない。コーキングはつい何度も触ってしまいますよね。ですがプロから言わせると、なるべく短い回数、理想を言えば一発で決めるというのがコーキングのコツみたいですね。理屈はわかるけどなかなかできないですね。それとこういう話も聞きましたね。この間コーキングを施工した時に全然綺麗に決まらなくて、その日の自分の体調が悪かったのかもしれないですが、私はすぐ材料のせいにするので、その職人さんにこの間使ったコーキングが扱いづらかったという話をすると、メーカーによってかなり違いがあると言ってましたね。もし綺麗に収まりやすいコーキングを知っている方がいたら、ぜひコメントで教えてください。今後その材料を使おうと思います。なんていうね、トークが職人さんと盛り上がるのも、やはりコーキングは難しいからだと思うんですよね。ですが難しいことって上手くなりたいですよね。昔魔界村というとても難しいゲームにハマっていたことを思い出しつつ、ついムキになって上手くなりたいんですよね。残念ながら動画を見る限りコーキングをヘラで撫でまくっているので、コーキングマスターへの道はまだまだですね。そんなコーキング修行中の私ですが、地道に作業したおかげで
このような状態のお風呂がなんということでしょう。こんなにも綺麗になりました。もうこれは新築ということでいいですね。お風呂工事シリーズおまけということで、お風呂の施工最中にこのドアが閉まらないことに気がついたんですね。いろいろと調べてはみたんですが、このタイプの長板は調整ができなさそうだったので、長板の位置を少し奥にずらすためにアルミフレームをカットして調整を行いました。このアルミフレームの奥が鉄だったので、カットしている最中に火花が出ていましたね。あの手この手でなんとかカットができて、長板を奥にずらすことができました。ちょっとね、我流でやり方合ってるかわかんないんですが、結果やいかに。なんとか閉まってくれましたね。 OK ポーズ。さあ、というわけで続いての工事はこちら、和式トイレの解体および洋式トイレの新設ですね。こちらはですね、映像にするとあまりにも見苦しかったので、スライドショーでお楽しみください。まずは発力で和式トイレを撤去していきます。和式トイレは床より1段上がってますよね。あの部分を全て解体するイメージですね。解体したら配管を変更してモルタルでフラットにしました。というわけで、ここで規制解除して動画を回していきます。次は内装を施工していきます。まずは壁紙ですね。壁紙を貼っていきます。古い壁紙は残地物を撤去した時に剥がしておきました。また木部はグレーで塗装してあります。そしてこちらタイルの部分もなんと壁紙を貼ってしまいます。壁紙、タイル、直張りですね。以前動画でタイルに壁紙はつかないからやめておいた方がいいというご意見をいただきました。確かにタイルは糊を吸い込まないので密着は良くないかもしれないですね。ですが、以前タイルに直接壁紙を貼った物件1年後に確認したらまだ大丈夫でしたね。どのぐらい持つのか観察してまた結果を報告したいと思います。というわけで非推奨 DIY ですね。丁寧に行う場合はパネルや薄ベニヤなどを貼って壁紙を貼った方がいいですね。というわけで壁紙を貼り終わったので、次はクッションフロアを敷いていきたいんですが、この便器と接続する配管が長いのでこちらをカットしていこうと思います。今回は VU100 という配管を使っているので床から 40mm ですね。このトイレを洋式化するために準備したトイレはイナックス製のものなんですが、私いつも施工して思うんですが、トイレやキッチン、洗面化粧台などのメーカー商品は完璧に付属品がついていますし、また施工説明書もめちゃくちゃ丁寧で、きちんと施工説明書を読んで行えば大体失敗はないというメーカーの企業努力だと思うんですよね。極端に言ってしまうと IKEA の組み立て家具のちょっと難しいバージョンみたいな感じでどんどん作業できるので、 DIY の強い味方設備メーカーさん、 DIY を代表してお礼を申し上げます。ありがとうございます。もちろん綺麗に収めるには施工の技術も必要なので職人さんレベルまではいきませんが、初見でもそれなりに施工できてしまいますね。というわけで配管を適切な長さにカットしたのですが、まだ少し大きかったので追加でカットしたら収まりました。準備が終わったのでクッションフロアを貼っていきます。トイレに貼るクッションフロアはこちらですね。私はいつもこのクッションフロアを使っていますね。このクッションフロアはモルタル調のデザインになっていて、縦横どちらでも柄が使えるので便利ですね。幅が182センチで、大体のトイレは奥行きがそれ以下なので、お部屋の横方向にカットするイメージですね。大体のトイレは幅が1メートルぐらいなので、これ1本20メートルで20軒分ぐらいのトイレを張り替えることができます。クッションフロアを少し大きめにカットしたらトイレに持ち込みます。貼り付ける前にカットを済ませてしまいます。というわけでとりあえず広げてますね。最初に先ほど調整した排水口の周りをカットしていきます。この辺りはですね、トイレが乗れば見えなくなるので大体で大丈夫ですね。次に壁に合わせてクッションフロアをカットしていきます。今カットしている部分はもともと和式トイレの段があった部分で、私は薄ベニヤを使って隠しているんですが、少し段差になっているのでカットの時に気をつけないといけないですね。こちらはトイレということで床が濡れやすいので、クッションフロアを貼った後必ずコーキングをするようにしていますね。なのでクッションフロアはそこまで厳密にぴったり壁に沿っていなくても大丈夫ですね。
最後にコーキングをするとわからなくなってしまいます。カットが終わったので、次は貼り付けですね。出ました。便利ダイン FL ですね。こちらは先ほどお風呂の時にお話ししたクッションフロア専用のボンドですね。私は16キロのものを購入していますが、ヘラがついてくるのでお得ですよね。先ほどお風呂に貼ったシートと同じ手順で片側ずつ糊を塗って貼り付けを行っていきます。というわけでまずは奥のトイレが乗る側から貼り付けていきます。この櫛ベラは先端がギザギザになっていて、まっすぐ引っ張るだけでいい具合に糊が残ってくれる便利なヘラなんですよね。いや、開発された方天才ですよね。片側が貼れたら反対側ですね。反対側も同様の手順で貼り付けていきます。このボンドは量が多すぎるとクッションフロアがボコボコになってしまうので、配り終わって余ったら必ず回収した方がいいですね。最後に雑巾で圧着して完成です。さあ、いよいよ便器の取り付けですね。まずは便器を固定するための下穴を開けていきます。今回床がモルタルなのでプラグを打ち込む必要がありますね。なんとありがたいことに便器にはプラグとビスが付属していますので、プラグの太さに合わせて穴を開ければいいですね。今回は 8mm の穴を開けました。なるべく内装を汚したくないので、穴を開けて粉が出たらすぐ掃除機で吸い取るようにしています。こちらが付属していたコンクリート用のプラグですね。原のを使って穴に打ち込んでいきます。このプラグはですね、ビスが入っていくと広がってモルタルに食い込むように作られている、これも発明品ですよね。準備完了ということで、いよいよトイレを搬入して取り付けていきます。先ほどの排水管にはトイレとの接続用のアダプターを取り付けてありますので、あとは上に乗せるだけで OK ですね。トイレと排水管が接続できたら、あとは先ほど開けた下穴にビスを打っていきます。こちらも便器に付属しているものですね。よくある失敗ということで、私は今のところ犯したことはないんですが、トイレは陶器製ですよね。ですがトイレに付属しているビスはステンレス製なんですね。なので強く締めすぎてしまうと陶器のトイレが割れてしまうという悲惨な失敗があるそうなので、気をつけて作業するようにしてください。便器の取り付けはうまくいきました。次はタンクを取り付けていきます。この既存の給水管にまずは止水栓を取り付けます。この止水栓も付属しているんですよね。本当に便利。タンクがあっさり取り付きましたが、本当に乗せるだけなんですよね。便器に乗せたらボルトとナットで便器に固定します。最後に止水栓とタンクをホースで接続して完成です。水道を開けてきました。無事水が通ってますね。フロートは調整せずに行きましたね。傾きなどがあると少し調整した方がいいみたいですね。試しに水を流してみましょう。いい感じですね。というわけで無事トイレの洋室化が完了しました。あとは細かい付属物を取り付けていきます。トイレットペーパーホルダーとトイレハンガーを取り付けます。トイレハンガー、タオルハンガーですね。失礼しました。このトイレットペーパーホルダーが取り付く位置も元はタイルなのでビスが効きませんよね。トイレを取り付けるときと同様に下穴を開けてコンクリートプラグを入れていきます。コンクリートプラグとても便利なんですね。今回はなんとなく気分でステンレス製で揃えてみました。ちょっと高級感ありませんかね。ですがなんとこれ2つで2000円ちょっとなんですよね。めちゃくちゃ安いですよね。Amazon で普通に売ってましたね。最後にウォッシュレットの取り付けですね。今回の物件は家賃を8万円ぐらいで設定しているんですが、そのぐらいの家賃帯になると競合物件にウォッシュレットが付いているので対抗しなければいけません。ウォッシュレットの取り付けはとっても簡単ですね。止水栓からホースを分岐させてタンクとウォッシュレットに水が行くようにして、あとは便器に取り付けて電源を挿す、それだけなんですね。
無事取り付いたので、ビニールを広げて水がちゃんと来ているかチェックします。ちなみにこのビニールまで付属しています。何でも揃っている。というわけで無事動作していますね。これでトイレの工事は完了です。いや、いいですね。トイレも新築になりましたね。ピカピカです。というわけで水回りの工事が完了したので、次は本格的に内装工事を始めていきたいと思います。まずはですね、木部の塗装を行っていきます。壁紙を貼る前に行いたい工事ですね。今回の物件の内装イメージは、天井は白、木部はグレー、壁紙は白で統一していこうと思います。無難ですがシンプルデザインが一番いいですよね。というわけでグレーの塗料を作っていこうと思います。本来はですね、定番のグレー色をいつも同じ塗料で仕入れた方がいいんですが、私はですね、以前仕入れたグレーの塗料が黒すぎて、それに白を混ぜていい感じの色にしてます。ちょっと手間なんですけどね、このグレーがなくなるまでの辛抱です。このチャンネルを普段見てくださっている方なら、一斗缶は必ず振ってから注ぐというのは常識ですよね。また一斗缶から塗料を注ぐときは、このように反対側を向けて注ぐと缶が汚れずに注げるのでおすすめです。なかなか一斗缶で塗料を買う機会は少ないかもしれませんね。 DIY だと4キロ缶とか便利な容量もありますもんね。ですが塗料はですね、大きければ大きいほど安いという性質があるので、何度も塗ったり、私のように空き家をどんどん再生していこうと思っている方は一斗缶で購入した方がめちゃくちゃ安くなりますね。4キロ缶を2つ購入したら一斗缶16キロが買えてしまったなんていう話はよくあることですね。そんなコスパトークをしていたら塗料が完成しました。いや、いい色ですね。なんか美味しそうですよね。こちらは油性のウレタン塗料なので、ペイント薄め液を使って希釈していきます。塗料はですね、濃すぎると塗りづらいので薄める必要があるんですが、薄めすぎると下が透けてしまうので、ちょうどいい濃さで塗りたいですね。抽象的ですが、この辺は感覚ですね。一応各メーカー塗料ごとに希釈率は決まっているので、迷った場合はメーカーのホームページや電話で確認してみるといいですね。早速塗っていってますが、この柱は試し塗り用なんですね。今塗っている塗料の下の塗料がめっちゃ黒いの分かりますかね。こちらが私が間違えて購入したグレーの塗料ですね。いや、黒すぎるんですよね。塗料を塗るときに気をつけたいのは、最後に必ず撫で上げて溜まっている場所などがないように均一に伸ばしていくっていうところですね。ちなみにハケに塗料をつけたばかりの時は、下から上に塗料を配っていくようにすると床に垂れずに塗ることができます。というわけで詳しい塗装手順を見ていきましょう。こちらは窓の枠ですね。アルミサッシがついているので、本来は養生して塗っていくんですが、私は養生が面倒なので養生なしで塗っていきます。この後必殺技も登場するのでご注目ください。塗りたくない場所が金属の場合は養生をサボるチャンスなんです。ここまで塗ることができたら必殺技の登場です。使うのは指ですね。指に布を巻きつけて、先ほど塗った箇所のアルミ部分だけを吹き上げてしまうんですね。バッチグ、これはキュア吹きといって細かいものを塗る職人さんがよく使う技ですね。というわけで気分が乗ってきたので、どんどん塗装を続けていきましょう。今回の物件は木部を全てグレーに塗装する予定ですので、スピード勝負ですね。どんどん塗っていきます。まだ壁紙を貼っていないので汚しても大丈夫なんですね。本当は壁紙を貼るところに塗料がついていない方がいいので養生した方がいいとは思うんですが、最終的にケツを拭くのは私なのでご容赦ください。さあ、こんな調子で今日中に塗ったるでいいと思っていたところ、こんな箇所を見つけてしまいました。こちらはですね、キッチンの窓枠なんですが、雨が降り込んだせいかボロボロになってしまってるんですよね。しまった、忘れていましたね。ここを取り替えるためのちょうどいい感じの木がなかったので、床張りで余ったコンパネでカバーしていこうと思います。こんな感じでですね、端材が意外な形で使えることがあるので、なかなか捨てられないんですよね。というわけで、この合板をはめるための隙間をカットしていこうと思います。こちらの内装は石膏ボードなので、マルチツールを使えば簡単にカットできますね。いやー、本当にマルチツール便利ですよね。今バッテリーで使えるマルチツールが欲しくて買おうかどうか悩んでいますね。おそらく来月ぐらい、いや、もしかしたら来週ぐらいに買っているかもしれません。
マルチツールで 12mm の隙間を作ることができたので、次はこの 12mm 合板の端材をちょうどいい長さにカットします。ぴったりはまったようですね。今回は塗装を行いますので、上からビスを打って固定してしまいます。こんな感じで細かい造作をしていると 12mm の合板っていろんなところにぴったりはまるんですよね。プロの方はこういうごまかしはしないと思いますが、私はどんどん合板を使って修復をしています。塗装でごまかすためのテクニックも後ほどご紹介します。傷んでいた窓枠が無事なんちゃって出窓になりました。ただ合板はそのままだと水に弱いですし、角がささくれてしまって怪我をするといけないので塗装をする必要があります。ですが合板の小口は穴が開いているのでパテをつけた方がいいですね。その方が仕上がりが良くなりますね。というわけでパテを練っていきます。少量練るときはこのように定板の上でヘラで練ると早く終わりますね。取り付けるために打ったビスの頭をパテ付けして、あとは小口をパテ付けしていきます。この内装用パテは強度がないので、あまり厚くつけると角が欠けてしまったりするかもしれないです。なのであくまで小口の穴を隠すための薄付けを行った方がいいですね。こんな感じでパテ付け作業は盛んみたいで、つい楽しくてこだわりが出てしまうんですね。どうせ後で研いでしまうので、あまりこだわりすぎてはいけません。余ったパテは捨てるともったいないので、周りの補修に使っておきます。材料も無駄にしてはいけません。というわけでパテが乾くのを待ちつつ塗装を再開します。ちょっと撮影を忘れてしまってはしょりましたが、先ほどのパテはサンダーで研磨しました。パテと合板の部分は塗料をよく吸い込むので、ここだけは2度塗りを行いました。後の部分は基本的に1度塗りで綺麗に仕上がりましたね。塗装というのはとても奥が深くて、その時々によって何度塗りで仕上がるかはわからないんですね。塗料の濃さや塗料そのものの種類、また塗る素材の種類や状態、吸い込みやすさなどで一度で綺麗に仕上がることもあれば、3回塗ってもまだまだな時もありますね。一度塗りで済んだらラッキーと捉えるようにした方が精神衛生上いいです。今回はとても運が良かったです。ラッキーです。今回の物件は階段の表面の状態が悪かったので、階段塗装にチャレンジしてみました。階段にペンキをそのまま塗ると滑って危ないので、滑り止め塗装にチャレンジしてみようと思います。というわけでまずは研磨をして密着を上げていきたいのですが、もともとですね、分厚いクリア塗装がしてあって、ところどころ剥がれたりしていたので、これを処理するのが結構大変でしたね。お得意のダブルアクションサンダーでガンガン削っていきます。もちろん番手は80番です。研磨作業はですね、部屋も自分も粉まみれになるので覚悟のいる作業なんですが、粉を浴びれば浴びるほどいい男、いい女になれると信じて頑張りましょう。というわけで研磨が完了しました。いやー、いい男になりましたね。
早速塗装を開始していくんですが、こちらは足で踏む場所のため、念のためプライマーを塗っていきます。こちらは外壁塗装を塗るときに余ったプライマーですが、内装にも使えるものですね。弱溶剤エポキシプライマーという下塗り剤ですね。木材にそのまま塗る場合はそこまで気にしなくていいと思いますが、今回はウレタン塗装がしてあったので、プライマーを塗っておくと剥がれてくる可能性が下がりますね。プライマーが硬化したらいよいよウレタンを塗っていきます。まずは滑り止めの仕掛け作りということで、今回この階段はグレーの滑り止め塗装を行っていこうと思います。というわけでグレーの塗料を薄く塗っていきます。これをダマりがないように均一に撫で上げましょう。というわけでここからが仕掛け作りなのですが、今塗ったウレタンが乾く前に粉を巻いていくんですね。この粉はトノコといってホームセンターでも売っていますし、欲しい方はいないと思いますが、米袋くらいの大きさでも販売されてますね。トノコはいろいろな使い道があって、フローリングの補修のほか、顔料として縦に混ぜたり、また刃物を研ぐ時なども使う昔からある日本の伝統的な材料ですね。こんな感じでふるいを使って巻いていきます。もちろん均一に巻けていた方がデザインはすっきりしますが、偏ってしまっても味ですよね。というわけで階段のすべての段に仕掛けを作ることができました。こちらは1日経った様子ですね。上に残っている粉は塗料に密着しなかった粉ですね。これを掃除機で吸って掃除した後、少しザラザラがきついかなと思ってペーパーでマイルドにしておきました。あまりザラザラすぎると靴下がボロボロになるかもしれないですね。上塗りを行って完成したのがこちらですね。しっかり滑り止め効果を発揮していますし、デザインもマットで意外と衣装性高いですね。さあ続いての内装リフォームはこちら。待ってました。壁紙張りです。築古戸建てを直していく際に避けられない工事、壁紙張り。壁紙をうまく貼れるかどうかでリフォームの成功は決まると言っても過言ではない。いや過言かもしれない。そのぐらい大事な工事ですね。この壁紙張りのクオリティで物件の印象が大きく変わるので、ファイト、元気、頑張ろう、空き家王に俺はなる。ということで、ナレーションのテンションが空回りしている間に壁紙張りの準備が着々と進んでいますね。まずは壁紙を貼るための糊を希釈していきます。糊は販売されている時は濃度が高い状態なので水で薄める必要があります。私はガチの空き家再生人なので、プロの真似をして壁紙糊付け機やまた糊や壁紙なども材料を仕入れて施工をしていますが、少し DIY を行うぐらいであれば、もともと糊がついている壁紙も今ありますし、また壁紙糊付け機がなくてもローラーで壁紙に糊をつけていくという方法もありますね。ちなみに個別動画の方では壁紙糊付け機を使う際の準備や手順、また施工なども細かく解説しているので、もし興味があればそちらをご覧ください。今追加しようとしている糊は以前の物件で余った壁紙の糊ですね。こんな感じで残った糊は保存しておくと次の物件でも使えますね。おそらく壁紙糊はでんぷん糊だと思うのですが、今まで腐ったことがないので防腐剤が結構しっかりめに入っているんでしょうね。という感じでですね、おそらく今回作る糊もまた余っていくので、うなぎのタレみたいな感じで継ぎ足し継ぎ足し行っていますね。あまりやりすぎるとゴミが増えてきてしまうので、その都度こすようにはしています。ちなみに壁紙糊を希釈していく際は容器に入れるべき水の量が書いてありますので、そちらを参考に希釈してくださいね。というわけでこちらが壁紙糊付け機ですね。もう搬入して組み立てておきました。まずはこの壁紙を貼っていこうと思います。レンガ調の横模様の壁紙ですね。こちら SP9780 という壁紙ですね。こちらはストライプ模様の壁紙で SP9782。
またこちらはですね、今回の物件から登場したんですが、なんと1メートル100円の壁紙ですね。アーバントラストさんのセールで購入させていただきました。1メートル ×1000、1キロ購入しましたね。壁紙のり付け機に先ほど作った糊を補充していきます。以前コメントで壁紙をどのように選んでいるか、また購入した壁紙がイメージと違った場合どうすればいいかというご質問をいただきました。私の場合なんですが、空き家再生を行うにあたって三月さんから壁紙のサンプルを取り寄せましたね。壁紙のサンプルは表が本物の壁紙になっていて、裏側に機能や型番などが書いてあるんですね。また組み合わせしやすい壁紙なども載っているので、壁紙を選んでいく際にとても参考になるので、サンプル請求おすすめです。手っ取り早くコスパ重視で選ぶなら、3月の SP シリーズの安心シリーズというものがいいと思いますね。厚みがあって無地で、また製造年数も長いということなので、賃貸やリフォームなどに向いていますよね。私はいろいろな材料を使ってみたいと思う派なんですね。これまで SP シリーズの中からいろいろな壁紙を取り寄せて使ってみましたが、どの壁紙もですね、一長一短あるというか、でもクオリティはすごく高いですね。そもそも築古戸建ての場合は壁紙が汚れていたり、そもそも貼ってなかったりするので、とりあえず貼っておけば綺麗になっちゃいますね。という感じで壁紙トークをしている間に、壁紙のり付け機に糊が補充されましたね。糊を補充したら放置しておくと、このバケツの壁面についた糊がカピカピになってゴミになってしまうので、毎回きれいにするようにしていますね。電源を入れて動かしてみるとこんな感じですね。中央のローラーが回って、先ほど補充した糊がこのローラーについて回転していますよね。ここを壁紙が通ることで壁紙に糊がついていくっていう感じですね。ダイヤルを回すと出てくる糊の量が調整できます。糊の量はいい感じですね。指で触って確認をしています。これで準備が整ったので、早速壁紙の施工を始められます。こちらのレンガ調の壁紙は洗面所に貼っていく予定なので、洗面所の寸法を採寸してきました。そして採寸してきた寸法をもとに、この機械に数値を入力すると、その長さ分だけ壁紙が出てきてくれるので、あとはカットして貼り付けを行っていくだけですね。壁紙のり付け機から糊がついた壁紙が出てくる様子がこちらですね。機械が止まったらガイドに沿ってカットしていくと、入力した数値の壁紙になります。そちらを折りたたんで現場に持ち込んで、早速壁紙を貼っていきましょう。というわけで脱衣所からですね、どんどん壁紙を貼っていきます。今回の物件は脱衣所とトイレにこのレンガ模様の壁紙を施工しました。私は必ず水回りはこのレンガ模様で施工しているわけではなくて、この壁紙はですね、前回の70万円戸建ての壁紙で余ったものですね。ちょうどトイレと脱衣所でこの壁紙を消費することができました。こんな感じでですね、残った材料をやりくりするのも施工の楽しみなんですよね。ここで壁紙をチェンジ。 SD1505 1m100 円の激安壁紙、いってらっしゃい。こちらの初めて使う壁紙で施工手順を解説してみようと思います。あらかじめ壁の高さを測って230センチに設定してある壁紙です。
まずは脚立に登って上の端を合わせて平行を取ります。上を合わせることで壁紙がまっすぐ下に降りてくるっていう感じですね。上の位置が決まったら上の方4分の1ぐらいをハケで押さえれば、あとは壁紙は素直にまっすぐ下に降りてきてくれるようになります。あとは素直に上から順にハケで押さえていけば貼り付けは完了ですね。ここはコンセントがある位置なんですが、忘れないうちにカットをしておきましょう。指で押さえてなんとなくコンセントの位置が分かったら、金具のスレスレの部分でカットをしていきます。こちらはコンセントカバーを取り外してある状態ですが、金具の位置でカットしておけばコンセントカバーは意外と大きいので隠れてくれますね。試しにご自宅のコンセントカバーを外すと壁紙が中でヒラヒラしていると思います。カットが終わったらプラグ周りは糊だらけになっているので拭き取りをお忘れなく。というわけで貼り付けとコンセント周りの処理が終わったら、あとは四隅をカットしていきます。私の場合上は綺麗に合わせてあるので、両横と下3面のカットですね。腰につけている黄色い工具はカッターを折る工具ですね。壁紙を切る際はこまめにカッターを折って刃を新しくしておくと綺麗に施工できますね。というわけで金べらで押さえながら金べらに沿ってカッターを入れていきます。カッターでうまく切れているとこんな感じで耳が取れてきますね。カッターの切れ味が落ちているとこれがうまくいかないので、カッターはこまめに折りましょう。周りに付着した糊はしっかりと拭き取っておかないと後から黄色く変色してきてしまうので要注意ですね。かくいう私もよく拭き上げるのを忘れて後から拭いてますね。後から拭く場合は糊が乾いてしまっているので拭き上げが大変になって激しく後悔することになりますね。要注意。さあ、という解説をしている間も壁紙施工はどんどん進んでいますね。今回新しく導入したこの激安壁紙、デザインなかなかいいですよね。こちらは白い壁紙なんですが、少しだけグレー味があって、この築古戸建てによく馴染んでいますし、また汚れても目立ちづらそうなのでいい感じですね。意外な盲点で白すぎる壁紙は汚れやすいですし、この古い戸建てとマッチしないこともあるので気をつけたいですね。何が言いたいかというと、それだけ壁紙は面積が大きい影響でデザインの印象を大きく変えるんですね。あと私はほとんど壁紙は全て張り替えるようにしていますね。綺麗な部分は残してもいいかなと悩むこともあるんですが、結局残してもですね、綺麗になった壁紙の横にあるせいで汚れや劣化具合がかえって目立ってしまって結局張り替えるっていうパターンが多いです。ですが予算は無限ではないのでぜひ悩んでください。気分が乗っているのでもうすでに夜になっていますが、このままキッチンも施工していきます。壁紙施工は短いスパンの作業を繰り返し行う作業でゾーンに入りやすいですね。マリオカートのタイムアタックをやっていたらつい時間が過ぎていた感じといえば伝わるでしょうか。というわけで壁紙2日目ということで、今日は廊下を張っていきます。壁紙は廊下や部屋ごとに柄を変えた方がいいのかなと以前の私は思っていましたが、意外なことにですね、全て同じ壁紙で貼ってしまっても全く違和感ないというか、むしろいいですね。物件に統一感が出てきます。このように格子が邪魔で壁紙を貼り合わせできないところも、頑張れば気合で施工することが可能です。まずは気合で壁紙を詰め込んで壁紙の上を合わせます。上を合わせるのはいつも通りですね。おっと、ですが玄関側と階段で高さが違うようですね。玄関側に高さを合わせて階段側はカットしなければいけませんね。
あとは気合で伸ばしていって、この腰壁の位置まで壁紙を下ろしていきます。あとは壁紙が玄関側と階段側二股になるように股を裂くようなイメージで壁紙をカットしていきます。あとは壁紙を貼り付けて入り墨をカットしていくだけですね。結構疲れましたが、なんとか貼ることができました。真ん中で継いだ方が良かったのではと思った方も思わなかった方もいいねボタンを押しておいてくださいね。1階の廊下が終わったので、次は階段に壁紙を貼っていきます。階段は脚立を使ったりしながら行う作業で少し危ないので気をつけて行いたいですね。今回は脚立を伸ばしてギリギリ届きましたが、難しい時は足場を組んで作業することをお勧めいたします。こちらはですね、階段の段々部分を塗るのがめんどくさいという理由で壁紙にしたんですが、壁紙にしたら2倍めんどくさかったですね。非推奨です。塗装の方が簡単だと思います。ですが壁紙の方がラインを出せるので綺麗には仕上がるんですけどね。いよいよ壁紙施工最後の部屋ですね。こちらは6畳和室が2つ続いていた部屋で、12畳の洋室に変更した部屋ですね。ちなみに窓から見えている物件は私の1号物件なんですね。こちらの物件は初めての不動産投資、初めての DIY リフォームということで、結構宿泊しながらリフォームを行った思い出深い物件ですね。現在は3人のご家族が入居されていて、とても仲良くしていただいていて、この物件のリフォームも少し手伝ってもらいました。めっちゃ助かります。さあ、というわけで物件すべての壁紙貼りが完了しました。一気に物件が綺麗になりましたね。テンション上がります。今回導入した SD1505、いい感じですね。この壁紙はこの物件で200メートルほど使いましたが、まだ800メートルあるので、今後のリフォームでもどんどん使っていこうと思います。スピード重視で壁紙を貼っていくと、このように不具合が出ます。こういう場所にはですね、ジョイントコークが便利ですね。ジョイントコークにはいろいろな種類があるみたいですが、私はこの定番のジョイントコーク A を施工していきます。最近 X でジョイントコーク M がおすすめと聞いたので、次の物件で使ってみたいと思います。さあ、いよいよ内装リフォームも終盤です。次はこちら、安心の住まいに大切な床作りですね。このチャプターでは床の施工は塗装がいいのか、それともクッションフロアがいいのか、どっちなんだいという某有名筋肉芸人様のようなご視点でお楽しみください。というわけで、ボロコ建て床の施工チャンピオンシップエントリーナンバー1、材料費的な意味でコストはお任せ、ウレタン塗装です。塗装は下の状態をとても拾いやすいので、まずは床用のパテで繕いをしていきます。住居の床を塗装するというとあまりピンとこない方も多いかもしれません。確かに倉庫のコンクリートなどがよく塗装されているイメージですよね。ですが基本的にはですね、フローリングも表面はウレタンのクリア塗装であることが多いので、塗装というのは意外と身近な仕上げなんですね。ちなみにフローリングもウレタンのクリアを塗装し直せば表層リフォームが可能です。床の繕いが終わったらパテをサンダーで研磨していきます。こちらもしっかり行わないと塗装を行った時にデコボコしてしまいますね。塗装のたびに研磨の映像が出てくるなぁと思っている方がいるかもしれません。研磨って結構大変ですよね。体も部屋も粉まみれになりますし、なかなか重労働で手が疲れますよね。ですが、とあるベテランの漆塗り職人さんとお話をしたんですが、塗装は研ぐのが仕事とおっしゃっていましたね。そのぐらい研磨という工程は綺麗な塗装を仕上げるために重要な工程なんですね。サボらずに頑張りましょう。大丈夫です。我々には強い味方がいます。こちらの道具を使いましょう。サンダーですね。手で研ぐよりサンダーを使えば超時短になりますので、一家に一台サンダーを準備してください。というわけでサンダーとカットしたサンディングペーパーを準備して研磨を始めていきます。今回は120番の番手で研磨をしました。少なくともこのパテの段差がなくなるぐらいは研磨した方がいいですね。ちなみにこのパテは床用のパテで、おそらくセメントが入っているタイプですごく硬いので厚付けしてはいけません。硬すぎて研げなくなってしまいます。今回は本当は塗装を行うつもりはなくて、床が合板なんですね。合板は表面がザラザラしていて、塗装を行うとひどく荒れてしまうので、サンダーで研磨して肌を調整しておかないといけません。
ちなみに塗装を行った理由は、入居者が事業者で、こちらのお部屋を倉庫として利用したかったという理由ですね。研磨が終わって無事お部屋が粉だらけになりましたね。私も粉まみれでございます。床に塗るウレタン塗料を作っていきましょう。今回用意したのは2液製の木部用のウレタンクリアですね。2液型主材と硬化剤を混ぜて作るタイプの塗料はしっかりと計量して作らないと硬化不良などを起こしてしまうので注意が必要です。私はいつも塗料を測るときはこのホームセンターで購入した測りで測っていますね。というわけでめちゃくちゃ汚れていますが、1つ買えばしばらく使えるので準備しておくことをお勧めします。意外と計量する機会多いですよね。おすすめは3キロまで測れるものがいいですね。今回は調合した透明のウレタンに顔料を混ぜて色をつけていこうと思います。こんにちは。ありがとう。いえいえいえ。一日中一人で黙々と作業している時に突然声をかけられると声が裏返ってしまうのは私だけでしょうか。入居希望者と協議の結果、床の色はグレーにすることになったので、先ほどのウレタンクリアに顔料を入れてグレーに調色しました。いい色になりましたね。というわけで早速床をハケとローラーを使って塗装していこうと思います。まずはこのようにローラーが届かない際を塗装してからローラーで塗ると早く綺麗に塗ることができます。今回木部を同じようなグレーで塗装したので、少しはみ出してもそんなに目立たないかなと思って養生は省いてますね。基本的に養生した方が綺麗に仕上がるので、悩んだら養生をするようにした方がいいですね。こんな感じでペンキを塗っていく場合はホームセンターで格安で売っている 50mm の万能刷毛を使う方が多いと思います。ですが、このように際を塗っていくときは少し小さい刷毛を準備しておくと周りを汚さずにかゆいところに手が届くので、二刀流がおすすめですね。ちなみにこの動画で使っているのは10号の目地刷毛という刷毛で1本200円ぐらいで売っていますね。ローラーが届かない箇所を刷毛で塗り上げたら、次はコロコロしていきます。いやー、ローラーは本当に楽ですよね。刷毛に比べてすごいスピードで床が濡れていきますね。文明の利器。チャット GPT 並みの発明品ですよね。そんな便利なコロコロなんですが、欲が出てしまってより早く、よりコロコロ、早く動かしたくなる衝動を抑えつつ作業してください。コロコロをあまり早く動かすと塗料がめちゃくちゃ飛び散ってしまって壁や自分に降り注いでくるので要注意です。特に私のようなせっかちなタイプは注意してください。もう少しいけるんじゃないか、もっとコロコロできるんじゃないかと調子に乗ってペースを上げていった結果、作業が完了した時に顔面とメガネが水玉模様になってるんですね。塗装はパテ付け、研磨や養生など準備こそ大変ですが、塗り出してしまえばあっという間に終わりますね。この12畳の部屋でだいたい30分かからないぐらいで完了しました。このスペースにクッションフロアを貼ろうと思うと1時間ぐらいはかかると思うので、塗装はスピード感がありますね。2階が終わったので次は1階に降りて LDK を塗装していきます。こちらのお部屋は18畳分ですね。というわけで全ての床が塗り終わりました。こちらは翌日の映像ですね。ダメだったら2度塗りしようかなと思っていたんですが、一度塗りでも結構よく仕上がったのでこのまま行こうと思います。初めてこの大きな床の面積を塗装してみましたが、クッションフロアのように柔らかみはないので少し冷たかったり硬かったりするかなというのが気になりますが、フローリングも基本的には同じような感じなので、これはこれでありかもしれません。床施工チャンピオンシップエントリーナンバー2、クッションフロアさんの入場です。こちらは賃貸物件の定番床材で、持ち家でも浴室や洗面所などによく使われている素材ですね。なぜそんなによく使われているかって、安いからです。その驚きの安さはすごくてですね、この物件を仮に全てクッションフロアで張り替えたとしてもボンド込みで10万円かからないぐらいで貼ることができる驚きの安さなんですね。しかも安かろう悪かろうではなく、クッション性があるので物を落としても傷がつきにくいですし、またひんやりしないので冬でも快適な素材です。
さらに1枚のシートが大きいので水回りに使うと仮に水をこぼしたとしても床材が濡れることがないので防水性もバッチリなんですね。いや、クッションフロア最強じゃないか。以上、自己紹介終わり。すみません。クッションフロアの凄さを再認識して愛が止まらなくなってしまって熱弁してしまいました。というわけで脱衣所はクッションフロアを施工していきます。こちらは倉庫としては使わないのでクッションフロア一択ですね。この木目のクッションフロアは通りの木目調の中で一番白いクッションフロアですね。型番は CF9504 です。もう何度も言っているので聞き飽きたと思いますが、やはり白さは正義です。白いことで清潔感が出るので白いクッションフロア私はおすすめします。デメリットは黒っぽい汚れがつくとすごく目立ってしまうので、経年劣化は黒っぽいクッションフロアより早く感じてしまうかもしれないですね。メリットはその逆で白いホコリが全然目立たないので、見た目の清潔感という意味では掃除や手入れが楽とも言えますね。クッションフロアは本当にいろいろな柄があって、この木目調のクッションフロア一つとってもいろんな模様があるんですね。このように板材、フローリングっぽい柄もありますし、またヘリンボーンみたいなちょっとトリッキーな柄もありますね。もちろん好みなんですが、私はとにかくシンプルデザインが好きなので、このようにシンプルで白いクッションフロアをチョイスしています。というか、シンプルなデザインの物件が嫌いという方はあんまりいないと思うんですよね。ちょっとごちゃっとした派手だったり個性的なデザインが好きな方は、このシンプルな物件の上に派手だったり個性的な家具や装飾をつけていくと思うんですよね。真っ白のキャンパス的な。というわけで私は大家としてシンプルデザインを心がけております。もし私にデザイナーのようなデザインセンスがあれば、この考え方はきっと変わるでしょう。おっと、おしゃべりしている間にクッションフロアのカットが終わってしまいました。カットが終わったらこちらの便利ダイン FL 床専用のボンドでクッションフロアを貼り付けていきます。まずは床にドバッといきます。これは横着をしているわけではなくて、内装屋さんの YouTube 動画で何度も見たので、この施工で合っているはずです。横着するなは方便ですかね。もし私の口癖や方便で地域が分かってしまったらコメントでの特定お待ちしております。解説に戻ります。ドバッといったボンドをヘラを使ってどんどん伸ばしていくんですね。動画のような感じでヘラを扇形に動かしていくと、うまくボンドを運んでいくことができます。ここで過去の自分に聞かせたいよくある失敗例2つをご紹介します。まず1つ目は、端っこの方にうまく糊が配れていなくて、貼り付けを行ったのに端が浮いてきてしまうという失敗ですね。ボンドは端まで配りましょう。もう1つは、ボンドがしっかり伸びきっていなくて、ボンドが溜まっているところが発生してしまい、そこに気づかず貼り付けを行った結果、ボコッと膨らんでしまうという失敗ですね。特に後者のボコッとなっちゃった失敗は後からカバーすることが難しいと思うので、気をつけて作業するようにしてくださいませ。もしボコッとなってしまった時の対処法を知っている方がいたら、ぜひコメントで教えてください。というわけで、こうして動画を見ていると、一人でできる端の方を念入りに配っているのがわかりますね。過去に失敗をしていると慎重になってしまうんですね。ボロ戸建て DIY を行うにあたって勉強のためにいろいろな DIY 動画やプロの内装屋さんの動画を見たんですが、いろいろなやり方があるみたいですね。私はクッションフロアのカットを行ってからこのように片面ずつ貼り付けるという方法でやっていますね。ですが中には貼り付けを行った後にクッションフロアをカットしていくという施工も見たことがあります。どちらかというとプロの職人さんがそのような形でやっているような気がするので、細かい精度が求められる場合はその方がいいのかもしれないですね。というわけで、お部屋の半分にボンドを配り終えたので、最初の片面を貼り付けていきます。せっかくカットして位置決めをしたクッションフロアがずれてしまわないように、真ん中から端の方に貼っていくとうまくいきます。このボンドのメーカーの施工説明を見ると、オープンタイムといってボンドを配り終えてから少し放置してから貼り付けを行った方が接着力が上がっていいと書いてありますね。私はオープンタイムを取ってないですね。横着してますね。確かになんとなく感じるのは、オープンタイムを取らずにクッションフロアを貼り付けすると下のボンドが完全に潰れてしまうんですね。そうするとこのヘラの櫛の目が消えてしまうので、
そういった意味で後から剥がれてくるリスクが高まるという意味かもしれないですね。幸い今のところ私は不具合になったことがないのでオープンタイムは取っていません。今後失敗を経験して施工方法を変える可能性は結構あります。この画像のような穴の中にボンドを落とさずに施工するコツは、ヘラを穴の方向に動かしていくとボンドが垂れづらいですね。逆に穴の際にヘラを引っ掛けてしまうと、そこでボンドがリリースされてしまうので穴の中にボンドが落ちていってしまいます。もう少しでボンド配りが終わりそうですね。気をつけたいのが、だんだんと足の踏み場がなくなっていってしまうので、これもよくあるんですが、ボンドを靴下で踏んでしまうんですよね。そうするとですね、とても悲惨ですね。便利ダインはゴム系の接着剤で、一度ついてしまうとなかなか取れなくて、どんどん物件を汚していってしまいます。イメージは靴についたガムみたいな感じですね。そういう私も何度か踏んで靴下をポイしたことがあります。もう片方もボンドを配り終えることができたので、貼り付けを行っていきます。無事ボンドとクッションフロアの貼り付けが終わったら、ズレがないことを確認してクッションフロアを圧着していきます。圧着する場合は専用のローラーもあるんですが、私は持っていないのでいろいろなもので圧着していますね。壁紙の芯、雑巾、今回はこのアルコールの容器で押さえてみましたが、これなかなかいいですね。ちなみに中身のアルコールははみ出したボンドを拭き取るときに便利です。最後に幅木を取り付けていきます。ちょうどいい大きさのサイズがなかったので、ホームセンターで木を購入して塗装を行いました。私はいつもはですね、クッションフロアと壁紙の隙間はコーキングで収めてしまうことが多いんですが、この脱衣所はですね、もともと幅木が取り付いていて、それを外しているので、コーキングだと収まりが悪かったので、幅木を取り付けました。というわけで、取り付ける場所の寸法を測って、幅木をカットして取り付けていきます。後ほど外れてこないように、ボンドをしっかり塗って、固定のために隠し釘を手で打って固定します。この隠し釘、ボンドと組み合わせて接着を行うときはとても便利なんですが、隠し釘は細くて意外と打つのが難しいんですね。このような釘が打ちづらい位置になると結構大変です。というわけで、最近フィニッシュネイラーを購入したので、次の物件ではフィニッシュネイラーという工具を使ってバンバン釘を打っていこうと思います。こんな感じでですね、 DIY をしているとどんどん不満が出てきて、その度に解決する工具がなぜか売ってるんですよね。そして不満を解決している間に工具の数が知らない間に増えてるんですよね。でも仕方ありません。私は一人でできるマンという名に恥じないように、人を雇う代わりに工具に投資して作業効率、生産性を高めて空き家を直すという使命があるので、必要経費ですと妻に伝えて論破されてみようと思います。さあ、というわけで幅木の取り付けが終わって、床の施工および内装のリフォームが全て完了しました。床の施工、ウレタン塗装かクッションフロア、どっちなんだい問題の結果は次の通りです。まずはウレタン塗装です。こちらは激安、硬い、へこみづらい、とにかく材料が安くてですね、6畳で2000円。仮にこの物件を全てウレタン塗装しても、計算上は2万円ぐらいで収まってしまうことになりますね。安い。また硬いので、ゲーミングチェアなどがスムーズに動くのもナイスですね。対するクッションフロア、早い、暖かい。DIY に速さはとても重要なので、早く施工できるのは強みですね。また、床が冷えがちな築古戸建ての床を暖かくしてくれるということで、こちらもナイスですね。ウレタン塗装が安すぎて霞んでいますが、こちらも十分安いんですよね。引き分け。ということで、白熱したバトルの後はのんびりと棚を作っていきましょう。こちらはもともと台所だったんですが、先ほどの通り入居者がここで事業を行うということで、キッチンは不要という結末になりました。価格交渉の末なんですけどね。
こんな感じで完成前に契約を結べると入居者は求めているものを取り付けてもらいやすくなりますし、貸す側の私も無駄な設備をつけなくて済むのでウィンウィンですよね。とはいえですね、このままだと収まりが悪いですし、水道管やガス管もむき出しになっていますので、ここを隠蔽しつつ小さな棚を作っていこうと思います。これから作る棚はあくまで配管隠しのためなんですが、相型キッチンを対面型にするための壁作りや部屋を仕切る時なども同じ手順で行いますので、こちらを覚えておくと大工がはかどります。というわけで行ってみましょう。こちらはもともとキッチンが取り付く予定だったので床が適当ですね。少しだけ修正しました。次はこちらにカウンターを取り付けるための木を組んでいきます。木材はホームセンターで購入してきました。カットが面倒だったのでプレカットをお願いしました。ホームセンターのプレカットは便利ですよね。 DIY ヤーがセルフカットするより正確ですし、車に木材を乗せやすくなりますよね。ちなみに私は限界意識が高いので、同じ木材で違う長さの場合より安い方を購入して、車に乗らない場合はプレカットをお願いして運ぶようにしています。違う言葉で言うとケチです。というわけで、まずは柱を両端に2本立てていきます。本来壁を作る場合の間柱は45センチおきに1本入れる必要があるんですが、今回はですね、この両端に立てた寸法から逆算して間に適当に木を入れました。適当とは言っても45センチ近くには入っているので大丈夫だとは思いますが、ただし45センチおきに入れない場合は、ボードとボードの継ぎ目が来る箇所は91センチか182センチの箇所に柱を持ってくるといいですね。そうすることで取り付けるボードをカットせずに板が張れますね。ちょっと何言ってるかわからないかもしれないですが、施工してみるとすごくよくわかると思います。サブロクの合板なんて聞いたことないですかね。これは三尺六尺という意味なんですね。建築関係は昔尺という単位が使われていたんですね。その名残で三尺は91センチ、六尺は182センチという、センチに直すと中途半端な長さになってるんですね。ちなみに1尺は約 30.3 センチなので、正確には3尺は約 90.9 センチ、6尺は約 181.8 センチなんですね。ややこしい。またホームセンターに行くとフィートなんていう単位もあって、本当にややこしいですよね。今後統一されることを祈ります。というわけで下地が完成して、カウンターの天板も取り付けました。さて、ここまで見てくださった方なら、もしかしたら気づいてる方も多いかもしれません。お察しの通り、この天板は激安の木なんですね。安いには理由があってですね、表面にカンナがかかっていなかったり、また節もたくさんありますよね。節の多い木は基本的に安いんですね。この節も見ようによってはおしゃれとも言えるので、もちろんこういう時は塗装ですよね。というわけで塗装を行っていきます。まずは研磨して木の表面を整えます。今回の天板は杉の板なんですが、材料費が2000円ぐらいでめちゃくちゃ安いんですよね。杉は柔らかいのであまり天板には向いてないんですが、塗装を行えば5年ぐらいは持ちますね。仮に退去が出た場合、ここは次の入居者によってはキッチンをつけるかもしれないですからね。動画でやっている作業は面取りといって、角を丸くする作業ですね。これをやっておくと塗料ののりが良くなりますし、物をぶつけた時もへこみにくくなりますね。研磨を行っておがくずまみれなので、掃除を行って塗装の準備が完了です。面取りを行った角はこんな感じですね。塗装のしやすさや、また耐久性などの面からこのぐらい角を落としてしまってもいいと思いますね。というわけで次は塗料を作っていきます。今回は二液型のクリアのウレタンを使っていこうと思います。こちらはですね、床の施工にも使ったものですね。こちらの塗料は屋外にも使えるめちゃくちゃ丈夫な塗料なんですが、値段以外は完璧です。つまり結構高いです。
床を塗装するときはこの塗料をグレーに調色しましたが、今回のカウンターは木目調塗装を行いたいので、ステインといって染料ですね。透けるタイプの着色料で調色をしていきます。ブラウンクリアみたいな感じですね。ホームセンターなどに売っているウッドデッキとかを塗るような色合いになりますね。こちらの壁紙はすでに仕上がっているところなので、汚さないように養生をしていきます。そうなんです。私でもちゃんと養生することだってあるんです。先ほど作ったブラウンクリアをこちらの天板に塗っていきます。今回は着色、上塗りの2度塗りを行おうと思っていますので、こちらの作業は着色目当てなので、ムラのないように薄く塗ることを心がけています。このように木材を着色目当てでムラなく薄く塗っていくコツはですね、素早く迷いなく一気に丁寧にという一切参考にならないアドバイスになってしまいますので、難しいなと感じたらですね、ウエスで拭き取ってしまうと均一に着色ができますね。私は慣れているのでハケで塗りっぱなしですが、それでも着色を拭き取りで2回ほど行った方が綺麗に仕上がりますね。コメントで塗装を行うときにおすすめのハケはありますかというご質問をいただきました。ハケに関しては私は特にこだわりはなくてですね、ホームセンターでよく売っている 70mm の万能ハケ、今使っているものですね。これが1本100円ちょいぐらいですし、また意外と使いやすいんですよね。弱点として毛が少し抜けてくるので、塗りながら毛が抜けたら回収するっていうのは必要になりますが、かなり高いハケじゃないとこの抜け毛はですね、割とあることなので、安いハケをたくさん使った方がいいんじゃないかなと思います。というのもですね、特に油性の場合はハケを洗うのが結構大変なんですよね。シンナーで洗う必要があるんですが、このハケを洗うためのシンナーの方がハケより高くなってしまったなんていうことにならないように、ある程度使ったら交換していくっていうスタイルがいいと思いますね。着色が終わって乾燥したら、こちらを少しだけ研磨していきます。木材は1度目の塗装の後、バリが塗料で固まって、特に角がチクチクになったりするんですね。なので1度目の着色の後は少しだけ研いでおいた方がいいですね。ただ研ぎすぎてしまうとせっかくの着色がなくなってしまうので、サラサラっと研ぐ感じですね。サラサラっと400番のサンドペーパーでサラサラっと研磨しました。次は上塗りなので、研磨した時の粉を水拭きで拭き取っておきました。いよいよ次は上塗りですね。こちらが上塗り用のクリアですね。ビュータックファインシグマという、こちらも2液型のウレタンクリアです。この日はとても寒かったので、ストーブをつけて部屋を温めて、下塗り塗料を早く乾かしていました。ついでに私も暖かいので、快適な職場ですね。というわけで、ウレタンクリアで上塗りを行っていく様子ですが、こちらもやはり薄く薄く塗っていきます。天板の塗装が完了したら、次は壁を貼っていきます。というわけで、こちらは石膏ボードですね。このカウンターは高さを91センチ、そして間の柱は182センチにしているので、1枚目の石膏ボードはカットせずに取り付けができました。傾いてなくてよかったですね。ですが、こちらのキッチンは220センチなので、2枚目はカットする必要がありますね。こんな感じで石膏ボードをカッターでカットして、ビスで取り付けて完成ですね。ビスを打った後、ビス穴や石膏ボードの継ぎ目にパテを行って、この日は終了しました。次は壁紙を貼って完了ですね。というわけで、また物件に来てみると、じゃーんということで、そんなに頻繁に積雪するエリアではないのですが、この日は20センチほど雪が積もってましたね。
とても寒いんですが、頑張って壁紙を貼っていきましょう。すでに壁紙の施工は終わっていて、壁紙のり付け機はもう次の物件に持って行ってしまっているので、この日はですね、壁紙の糊だけを持ってきて、ローラーで糊を塗って壁紙を貼っていきました。こんな感じでですね、壁にローラーで糊を直接塗った後、壁紙を貼っていくという施工をしている人を YouTube で見たので、それを真似しているんですが、結論から言うとこの施工方法はお勧めできないですね。理由はですね、壁紙が乾いた状態で壁に貼った時に初めて糊で水分が入るので、壁に貼った後少し膨らむんですよね。それがシワになって壁紙をうまく貼ることができませんね。というわけで、多少面倒でも糊なし壁紙を貼るときは壁側ではなく壁紙に糊を貼った方がいいですね。何事も試してみないと気が済まないタイプの私なんですが、試した結果これはいいと思えるのは10回中2回といったところでしょうか。いまいちな方が多いですね。いい風に言えば試行錯誤ということですね。錯誤が多めなのは目をつぶりましょう。錯誤しながらなんとか糊を追加したりして壁紙貼りは無事完了しました。というわけで完成はこんな感じですね。キッチンがなくなってお部屋が広くなりました。事業用として使うならこちらの方がいいですね。私も差額で4万円ぐらい浮いたので助かりました。なるべく見ないようにしていたこちら、外もゴミ屋敷。いよいよ現実と向き合って総集編最後の工事は外構の工事をやって締めくくりたいと思います。ということでですね、早速ゴミはいつも通り気合で片付けてしまって次の作業に取り掛かっていますね。こちらの木はですね、放置されていて大きくなってしまって屋根の雨どいにツタが伸びてしまっているんですね。これは切り倒しておかないと後々厄介なことになりそうですよね。この木はですね、結構育ってしまっていてかなり大きいので変な方向に倒れるととても危ないですよね。なのでチェーンソーを使って受け口切りにチャレンジしてみました。倒したい方向をくさび型に切った後、反対側から切ると狙った通り倒れるっていう切り方です。このチェーンソーはですね、過去の物件に置いてあった残地物なのですが、チェーンソーもね、いいものが欲しくなりますよね。もうそんな感じで欲しい工具がたくさんあってキリがないので、なんとかこのおじいちゃんチェーンソーでね、木を切っています。以前はエンジンのチェーンソーを使っていたんですが、すぐ動かなくなったり調子が悪くなるんですよね。今はマキタや廃校機のバッテリーが使える電動チェーンソーが気になってますね。あれは結構力があるんですかね。とチェーンソートークをしている間に木が倒れそうですね。なんとか倒すことができました。必死の形相で逃げてましたね。ちょっと危なかったですね。伐採に詳しい方にこの動画を見せたところ、倒れる方向に自分がいては危ないので、滑車や杭などを使って間接的に引っ張ると安全みたいですね。皆さんももし伐採される場合は安全第一で行ってくださいね。木の横にあった電気給湯器を片付けることができました。結構重かったので、隣の1号物件の入居者に手伝ってもらいました。この昔の給湯器の中身はこんな感じになってるんですね。他の鉄くずと一緒にいつもの金属買取屋さんに行ってきました。これだけの量でこのぐらいになりました。ゴミを捨ててお金がもらえるって最高ですよね。外はすっきりということで、本日2つ目の工事は屋根の塗装ですね。この物件はラッキーなことに隣の物件から登ることができるんですね。ちなみに隣の物件は私の物件なので、人の家の屋根に勝手に登っているわけではないのでご安心ください。念のため確認ですが、人の家の屋根に勝手に登ってはいけません。というわけで登ってみたらこんな感じなんですね。サビッサビ。Google Earth の衛星写真でこの物件を見ると屋根が茶色かったので結構ひどいだろうなとは予想していたんですが、予想以上に錆びてしまっていますね。このままだと穴が開いて雨漏りをしてしまうといけないので、少しでも進行を遅らすために塗装をしていこうと思います。というわけでまずは屋根の片付けですね。先ほど切り倒した木のせいでツタがここまで伸びてきてしまっているんですね。今までいろいろな物件の屋根に登ってきましたが、このようにですね、落ち葉やツタなどが雨どいに詰まってしまって、そこがオーバーフローしてそのせいで雨漏りをするというパターンが結構ある気がするので、屋根は定期的にチェックした方がいいですね。ツタの片付けが終わったので、次はかき落としですね。剥がれかかってしまっている塗料を剥がしていきます。
こういう時はですね、このようにカッターが取り付くようなスクレーパーを用意しておくと塗装を剥がすのが簡単ですね。おすすめです。ちなみにこちらは壁紙を剥がしたり、またクッションフロアをめくったりする時も使えるので、 DIYer なら必携アイテムですね。 Amazon で2000円ぐらいで売っていますので、ぜひゲットしてください。ちなみにこれは案件ではございません。私の感想でございます。書き落としが終わったので、次はこれですね。こちらのパーツはですね、何のためのパーツかよくわからないんですが、おそらくですね、雨どいを隠すためのおしゃれパーツですかね。せっかくのおしゃれパーツに穴が開いてしまっているので、ここはなんちゃって板金をして塗装して修復しようと思います。ここの修復はですね、あくまで見た目で、雨漏りには関係のない箇所なので、なんちゃって板金で大丈夫です。大丈夫なはずです。自分にそう言い聞かせながら作業をします。というのもですね、私板金の腕はあまり上手ではありません。気合があれば一人でできるということで、一人でできるマンは何でも一人で DIY してしまう様子をご覧ください。皆さんの DIY できるという勇気の一助になれば幸いです。足場しで屋上に上がってくるのは結構大変で怖いんですよね。なので道具を忘れてしまうと、今ある道具で何とかしてしまいたいという気持ちになるんですね。言い訳は以上になります。手で叩いている。このようなね、クオリティでも屋根の上なので、物件の下から見るとそんなに気にならないんですよね。遠近感は不思議ですね。本来はですね、このようにブリキを直角に曲げたいときは角材を使って曲げるのがいいと思いますね。角材にブリキを当てて、上から木を当てて金槌で叩いた方が絶対に綺麗に仕上がりますね。出来上がったパーツは防水両面テープとシリコンシーラントで固定します。こちらはお風呂のパネル張りと同じような感じですね。というわけでですね、こちらは見た目の改善ということで、物件の正面側だけ施工を行いました。本当はね、横とか後ろにも少し錆びて穴が開いてしまっている箇所もあるんですが、そちらはですね、塗装を行ってそれ以上穴が広がらないように処理をしました。私はですね、木工は結構得意なんですが、板金は結構難しいですよね。金属の加工って道具が必要だったり、またテクニックも必要ですよね。溶接なども興味はあるので、もしそのような必要性が出たらチャレンジしてみたいですね。バッチリということで、おしゃれパーツの板金が終了しました。次はですね、こちらなんですね。これはですね、屋根の上の通気口ですね。こちらは軽量鉄骨の物件なので、おそらく屋根の熱を放出するパーツですね。ですが、こちらのプラスチックパーツは加水分解してボロボロになってしまっているんですね。パナホームに問い合わせてみたんですが、もうすでに生産はしていないそうなんですね。これも放置しておくと雨漏りの原因になりそうなので、こちらをカバーしていきたいですね。いろいろ考えた結果、このように修繕しました。買ってきたのは雨どいですね。こちらのカバーはひっつけて塗装を行えば少しの間は大丈夫かなと思ってそのまま使っていきます。ただね、そのまま使うと割れ目から雨が入ってしまうといけないので、雨どいを反対側にして上からかぶせれば雨が入らないんじゃないかなという作戦ですね。まずはコーキングと防水の両面テープでこちらのカバーを修復します。この物件はですね、築45年なのですが、雨どいはまだ全然大丈夫そうなんですよね。ただこのパーツは太陽が当たってボロボロになってしまっているので、寿命っていうことでしょうね。屋根のメンテナンスを怠ると、このような箇所も問題が起きてきてしまうんですね。恐ろしいですね。もともとこんな感じで取り付いているんですね。かぶせると下に少し隙間があって、上からの雨は入らないけど下からの熱は出ていくっていう感じなんですね。
なんとか無理やり直したこのカバーの上に雨どいをちょうどいい長さに切って逆向きにして取り付けをしていこうと思います。動画のような感じでこちらもですね、防水両面テープとコーキングを併用していますね。ちなみに取り付けた雨どいの脇から水が入らないようにカバーと雨どいの間はコーキングをして水が入らないようにしておきました。こんな感じですね。もちろんですね、雨どいはこのように使うのが本来の使用用途ではないのですが、ただね、雨どいは紫外線に当たってまた雨にさらされてもボロボロになりにくい素材でできていると思いますし、こちらの通気口の原理を考えるとこの形で問題はないのかなと思います。問題となるのはおそらくですね、耐久性ですよね。なのでこの物件の屋根の上をたまにはチェックを行って、もし問題がありそうならまた別の方法を考えなければいけませんね。とりあえず今日はこんな感じで修繕を行いました。というわけで先ほどの樹脂パーツに問題がありそうな箇所に雨どいをかぶせていきました。他に思いついたアイデアとしてはですね、この穴を塞いでしまえばいいんじゃないかなとも思ったんですが、なぜ通気口がついているのか私は詳しく知らないんですが、おそらくというかきっと意味があってついてますよね。これを塞いでしまうとどのようなデメリットがあるのかわからなかったので、なるべく元々の機能を取り戻したいですよね。もし屋根に通気口がない場合のデメリットを知っている方がいたらコメントで教えてください。私が思いつくのは暑さ対策とかですかね。というわけで塗装を行うすべての準備が整いましたので、早速塗装を開始していきます。こちらの塗料はですね、ケレンが不要で錆に直接塗れるというトタン用の塗料ですね、ホームセンターで購入しました。本来はですね、そう書いてあってもケレンを行った方がもちろんいいんですが、今回はケレンをせずに塗装をしていこうと思います。そもそも屋根を塗る予定ではなかったので、塗るだけでも錆の進行を遅らせる効果はあると思うんですよね。今回はですね、陸屋根といってほとんど平らな屋根だったので危険度は少ないんですが、屋根の塗装はですね、落下の危険性があるので DIY で行うのは結構危ない作業ですね。もしご自分で屋根の塗装をされる場合は、屋根用の靴やヘルメットなど安全な格好で行った方が絶対にいいですね。怪我をしてしまっては元も子もありませんからね。本日最後の工事はこちら、網戸の張り替えですね。空き家期間の長い物件は必ず網戸がボロボロになっています。網戸の張り替えはホームセンターなら必ず材料が売っていますし、ホームセンターの YouTube チャンネルなどで詳しく張り替えの方法も紹介されたりしていますよね。手の出しやすい DIY ですよね。というわけで網戸の張り替えを解説しながら行っていこうと思います。まずは網戸の幅に合ったネットを購入して縦方向に広げていきます。この時ですね、後で張りやすいように指で引っ張れるぐらいの大きさに切っておくといいですね。標準的な網戸の場合は幅が91センチですね。それ以上大きい網戸もあるので、測ってからネットを購入した方がいいですね。ネットは裏側に貼るのですが、次はですね、裏側の溝にゴムを入れて網戸を貼っていきます。ということで、ゴムを角からはめていきましょう。使う道具はですね、網戸コーナーとかに売っているゴムローラーというやつですね。ゴムローラーの裏側は尖った形になっているので、それを使えばゴムがうまく奥まで入れられますね。次はゴムローラーのローラー側でゴムをどんどん入れていきます。まずですね、2方向は特に気にせずに溝に入れてしまえば大丈夫ですね。ここの角はですね、またゴムローラーを反対側にして角を使ってしっかり奥まで入れた方がいいですね。おっと、靴下にも瑕疵が見られますね。次にですね、3方向目から左手で網戸を引っ張りながらゴムローラーでゴムを入れていきます。この引っ張りが甘いとですね、網戸を張った時にたわんでしまうんですね。そうすると、見た目も良くないですし、網戸が外れやすくなってしまうので、しっかり左手で引っ張って針を調整しながらゴムを入れていくようにしましょう。最初の位置までゴムローラーがたどり着いたら、ここでカッターでカットします。カットしたらまたゴムローラーの反対側の尖った部分でしっかり奥までゴムを入れます。最後に溝にカッターを沿わせて余分なネットをカットして完成ですね。ゴムを切ってしまわないように注意ですね。というわけで完成がこちらですね。いい感じですね。しっかり貼れています。今回はね、樹脂製の黒い網戸を貼りましたね。黒い網戸は窓に取り付けると網戸感がないというか、ネットが見えづらいので景色がいいんですよね。最近黒い網戸が主流ですよね。
さあ、というわけでここまで見てくださった皆さんありがとうございました。30万円戸建て総集編いかがだったでしょうか。この物件はですね、前回の物件より立地や間取りが良かったので、家賃を高く設定しようと思って結構頑張りましたね。かと思いきやキッチンがついてなかったり、床は塗装で済ませて、なんと利回りが 100% オーバーしてしまいました。これぞボロ戸建て投資って感じですよね。こうやってですね、丁寧に物件を直して販売や賃貸仲介の不動産屋さんの信頼を貯めていけばですね、必ずうまくいくビジネスだと思いますので、ボロ戸建てを直している方は一緒に頑張りましょう。またこれから始めたいという方はコメントや X で DM してくださればなるべく返すようにしていますので、ぜひ活用してみてください。またですね、 DIY 動画をいつもご視聴してくださっている皆さん、今後もですね、どんどん空き家を買って直していく予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次回の物件でお会いしましょう。さようなら。